どれ食べても当たりでスケジュール。これね、2種類に使ってて、このハード系のパンです。これは。これも発酵させとかないと。すごい2軒目でうちって結構あれですよね。営業日少ないから。これは黒糖ベースっていうかドライフルーツがいっぱい入ってて、カシスとくるみ、カレンズと、あとマロングラッセが乗ります。ここにベーグル類で5種類ぐらいか。まあ、多くて8種類。いっぱいのせてる。めっちゃ美味しいんですよこれ。結構ね具なんですよ、食べたら。なんかね、具が出ると具が硬くなっちゃうから。これね、おにぎりスコーンってね、こうギュっておにぎり握るみたいにして成形してるから、おにぎりスコーンって命名したんですよね。四角にこうカットしてて、その端っこをギュっておにぎりにして、これねピスタチオのクリームチーズがね中に入ってて、この辺塩キャラメルナッツなんですよ。この辺もね手作りで作ってて、この茶色いのコーヒーあんです。でラズベリーとクリームチーズとホワイトチョコ。なんか噂ではみたいな感じで、ご存知やったとしても、一度に4本しか焼けないから、
多い時は1個で3回転とかしてたんですけど。これさっきのね、分割のやつ。砂糖となんか生クリームとかで。なんかこれバターとかときなこペーストみたいな。これね、松原製あんさん、あ、神戸の松原さんのね、あんこ私すごい美味しいと思います。白玉。このパンね、スタッフも好きやし、ね、好きですね、今も。こういう時は6点かな。あ、ピザみたいな味するんですよ。これもね、
シーのシナモンバター。成形しておいたプレッツェル液なんですけど、一応ね劇薬だから火星ソーダがね身分証明書いるんです。買うときに。そうでなんかちょっとこうやけどしちゃうからなんか肌に触れると。劇薬なんですか？そうですよ。これねプレッツェルのねあんバターになるやつで、これは私が今練習してるやつだからこれも出せるかわかんない。これかな、このままちょっと乾かしますね。これはねちょっとこれ塩ですよ、プレッツェルの塩。でもちょっとこのハートがちょっと一番うまく焼けたかもしれないですけど。これがすごい。このね丸いのねめっちゃ美味しいんですよ。ココナッツ味で。ありますこれめっちゃ美味しいんですよ。これはねルヴァンでねやってます。これね抹茶のスコーンなんですけど結構ね濃いんです、このアイシング味が。これはねドーナツの生地なんですけどブリオッシュ。これねメロンパンのね上のとこです。これもココナッツなんですよ。ココナッツ味。ココナッツなんですか？はい、これ。
これキャロットケーキ食べます？そう、後でねこれアイシングするんですけど。コーヒーのねアイシングをかけたんですよ。ちょっと最初にのせちゃうとすっごい焦げるから、これはパラペ辛いけどいっぱいのせる。なんか陳皮がいいらしくて、日本人には。なんか陳皮入りのブラックペッパーなんです。入れようと思って、カレーのココナッツカレー。これね、ココナッツカレーに入れるんですけど、おかっちゃんにマスカルポーネとか大葉とかと一緒に。今日あんまり焦げてないと思う。今度この温度にしよう。これね6等分で売ってるんですよ。6等分で。うん。結構ね朝ね、取って流したりしてるんです。シナモン。じゃあまた来ます。多分8時前には私はなんか休憩するとね
の朝ごはんなんだけどなんか隙間の時間に仕込みの日もね、お昼ご飯あんまり食べないんですけど、てか食べる時間もないんですけどね、仕込み中。こんなんしてる間になんか食事めっちゃ不規則なんですよね。閉まるのかな、生地が。ですかね。健康ジュースですか？お昼ご飯ですね。募集しようと思ってるんですけど。あ、そうなんですか。食べてみてください、後で。なんか量り売り状態だからどうですか？すごいですね、皆さん。仕込みだから今スタッフがね、そうクリーム系とか、スコーンの成形とかやってくれるから、私結構パンの生地だけかな、仕込みの日は。こうなんだろう、交互のせとかやったり。こんな感じ。スタッフです、うちの山中さんです。めっちゃ取られてますね。なんだっけ、パルメザンチーズ。もりもりのチーズがあれかもね。いや、いいです。いいです。これ美味しいですよね、山中さん。これね、ピンクペッパー。
メロンパンかあんパンあ、そうって言ってたから。だからか。どっちだろう。どっち？こっち？ちょっと実験ですよ、これは。これバジルね。なんか生ハムとか挟んだ方がいいのかな、もしかして。チーズだけより。ね。うん、めっちゃ美味しいですよ。そう。何回か植木持ってこさせてもらってますけどね。オーナーさん選んでますよ、自分で。あ、もう一つ一つですか。はいはい背が高いんでね。そうですよね。あの子ね。忙しくなっちゃう今以上。一人やな。でこれあげます。いや、いいですよ。いやいいですよ。あれってね。今最近の売れ筋だから。じゃあ。はい。ありがとうございます。あ、隠しないのか。なんか忘れてませんよ。今日めちゃくちゃ早いから。私もなんか早いんですよ。そう。そんな少なかったかな。あ、レンタル。こんにちは。なんか珍しくないですか、この時間。今仕事で2枚通りかかったら流せない。ああ、ありがとうございます。週に何回かしか空いてないから来れる時には来てますなんか職場の今から行くんで差し入れにドーナツとシナモンロールみたいなのとかドーナツ生ドーナツすみません、ありがとうございました。そうですねオープン同時は結構行列ができてますね長い時めっちゃ向こうまでお餅みたいなのが入ってるのがあってそうそれが美味しくてあまりでも遅くに来るとそれがもうないんですよねオープン時間に来るのが一番いいかなはい、ありがとうございます。失礼いたします。ありがとうございます。これがなんか言ってたお餅のはい、やつで、はいそうそうなんか美味しくて種類も豊富でまた買いに来ますありがとうございます。失礼いたします。ありがとうございます。チキンの乗ったやつとか、あとベーグルのこの明太の、はい、たまにしかやらないので、はい、その時めがけてきます。
今ねリフレッシュしてて、ちょっと若干元気がないからこっちにちょっと出すんですよ。その方が早くリフレッシュできる。リフレッシュって何ですか？リフレッシュってなんか元気にねするんですけど、やっぱ弱っていっちゃうからどんどんで増やさないといけないでしょ、使うから。こう増やして元気にしていく感じです。これねちょっとあったかいところに。この間パン屋さん友達にもらってプレッツェルとかに使ったり。酵母何種類あるんですか？今6あります。6種類？そう6。これねライ麦の酵母なんですけど、で300かな。リフレッシュしあったかいとこで。これねルバントロピカルな配合に200グレース。これねスコーンに使ってて、私あんまパンに使ってないかもしれない。ルバンやっぱレーズンが多いですね、パンは。あと酒種もベーグルとかは。もともとどこでパンを学ばれたんですか？6、7年前まではアパレルの会社にいました。パン屋さんでも働いたんですけど、3年ちょっとぐらいは働いたんですけど、でもその前から焼いてました、家でずっと趣味で毎日焼いてましたね。なんか毎日生地を仕込んで毎日焼いて、今年でね10年目なんです。工房を起こし始めて。そうなんですか？はい、最初レーズン工房を起こして、でそこからなんか食パンとか焼くようになって家で。いや初めてで、インスタでたまたま空いてる日だったんで来ました。シナモンロール、コーヒーのハード系の中に団子が入ったスコーンとベーグル。はい、ベーグルと。ありがとうございます。すみません。結構前によく来てて、最近久しぶりに来た感じです。キャロットケーキとあんバター。私でもあんバターが好きです。で、キャロットケーキ初めて買ったんで、1個だけ残ってたんで、はい、よかったです。また美味しいパンをたくさん作ってもらいたいです。めっちゃかっこいい。この人です。キューバのね歌手の人なんです。キューバ。ちょうどそのオマーラさんのね曲が流れたんですよ。その歌手のオマーラさんっていうところで何かその意味を当てたっていうのはあるんですか？ないです全然。流れてなんかちょっとなんか誰だろうこれ歌ってる人っていい曲だなって思ってて、でその人はオマーラさんっていう名前だったんですけど、じゃあそれでみたいな。初めて来ました。なんかパンやないかなと思って。カレーのやつ美味しそうやった。ココナッツメロンパンとなんかバナナの黒糖ケーキって書いてました。可愛い。大きくなりましたね。ずっと見ない。様の中に。ありがとうございます。失礼します。お待たせしました。ありがとうございます。なんかもうどれ食べても当たりで、パン自体も美味しいんですけど、私がめちゃくちゃいいなと思ってるのが、なんかこれとこれ組み合わせたら美味しいみたいなのがちょっと他にはない組み合わせやったりとかで、この組み合わせ美味しいんやみたいな発見がめちゃくちゃ多いんですよ。なんかこのフォッカッチャのシリーズがもちもちで具だくさんで、もうどこ食べても美味しいのがとても好きで。もう食べれるんですか？まだかな。
まだやけど生地だけちょっとつまんで食べさせたりとか、もう毎回来るたびに子供のこともすごい可愛い大きくなったねとかって言って声かけてくださってて、すごいなんか来やすい環境で、パンも美味しくて大好きです。また来ます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。これね、今日ね、ご予約をくださってたお客様がいらっしゃれなくなって、全然送るのもいけますよって言って、結局送ることになりました。通販のパン屋さんをやろうとしてたんですよ、最初。作業ができる工房的なものを作ろうと思ってて、もう工事直前でその場所を変えることになって、その時探したのがここだったんですよ。けど、たまたま1階だったから、お店からスタートしようかな、とりあえずと思って、結構メソメソしながらやってたかもしれないです、最初。もう終わらないし全然みたいな、なんかちょっと甘く考えすぎてたなって。でもやっぱりなんか喜んでくれるのって嬉しいじゃないですか。通販もそうですけどね。結構ね、お客様とのそのコミュニケーションも結構あるんですよ、通販も。音見えないですけど、そのなんかメールでのやり取りがあるから、で後々来てくださったりとか、お店になんかつながってます結構。それがなかったらもうやらないかもしれないです。多分家で焼いてますからはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。何がどれか分かるように。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。直すのもコーヒー赤すぎです。山中さんも食べてみてください。いつもおやつでねいただくんです。でもちょっと次の次のですよ。ブルーベリーね。今の
これね、酒種。こっちの方が新鮮かもしれないです。ほら、ぷくぷくしてる。匂います？すごいアルコールですね。酒種ね、うちベーグルとフォカッチャに使ってて、他使ってたかな？使ってない。ねえ、で抹茶のフレークなるんです。なんかすごい遅いですよね。すごいね、熱い人だなと思って私。じゃあ、ああいうオスロさんとかにはどうするんですか？ちょっと回るか心配なぐらいに。やれよ。つけて食べたことあります？あります？オイルの種です。ちょっとね、最近私が遊びで入れてるやつ。ね、米油と小麦粉をそうです70度で。どういった効果があるんですどうなんでしょうね。ちょっとしたなんか湯豆的な感じなのかな。そう油脂入れないんですけどね、本当はバゲット。この間講習会で習ったやつをうちのパン生地にちょっと入れたりとかしてました。最近。これオーガニックの粉。
あれもまあ18ぐらいだからそんなもんですね。これはいつもの四角のぐらいです。はい、18ぐらい。増えましたよね、スコーン。早いですかね。これブルーベリー入れたら絶対可愛いですね。可愛いですね。もう可愛いですすでに。もうすでに可愛い。可愛い。めっちゃ可愛いです。これヨーグルト効果。合計何種類の酵母使われるんでしたっけ？今5ですけど、7あります。 7。美味しいかな。味しますかね。これね、ご飯です。米麹です。で、酒種を入れて。音の種を増やして元気にしてる感じ。
混ぜるんですけど途中何回か、で24時間後にもう完成してます。プクプクなってます。ではお疲れ様です。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。どうしたらいいんだろう。はい。はい、お願いします。はい。冷蔵になります、はい、重いですね。ちょっと重いんではい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。でもこのね仕込み1日目にね私、家事をしないとね全然ご飯とか作る時間もなくて、昨日は夜営業だったから、うちの娘が買いに行ってお弁当を夜ご飯買ってきてって言って娘はもうあれです常連です。この時間でまあ家事ができたりとかするようになったから本当ずっとできなかったんですよ家事。だから子供たちもなんかこうママ仕事辞めてってよく言ってました最初。なんかお友達の帰ってきた帰り勉強することになったから行っていい？うん、いいよ。どこに？ガーデン。すみれはもう行った？来てないで。夜中来てくれたりとかしてましたね、洗い物で。やってくれたり、シンクの掃除とか。結構姉子な感じだから、なんだろう、やってあげるわみたいな感じでやってくれます。ママ行ってくるよ。うん、やる。バイバイ。有名なパン屋さんのシェフの講習会とかにねよくそのパンのお友達に誘われて行ったりするんですけど、そのパン生地にこういうのを入れるんやとかこんな手間かけてやるんやとかで、それをどうやって自分のその仕込みのスケジュールにね当て込むかっていうか落とし込むかっていうか、なんか全然まだまだやなと思いますよ。なんかこう飽きないようにどうやったらっていつも思いますね。上手くなりたいなとも思うし頑張らなきゃと思います。工場に入ることがちょこちょこあってね。
まあ、基本はりんごなんですけど、人参と長芋と、あと炊いたご飯を入れます。これが出来上がったもので、これを種として入れるんです。これが酵母の種ですか？種です。でこれを発酵させて、アルコールの香りがして出来上がったらものをパンに使う感じですね。これを今からちょっとあったかいところに数時間置く感じ。テープを貼っておきます。で上がってモコモコって上がってきてる。まだまだちょっとあれかな。これがこれぐらいまでいきます。この花が全粒粉です。全粒粉。はい。よりもなんか酵母を入れる量が多分ガツッと入れる量が多いかもしれない。だからなんか酵母の味が結構出る。
花のことも全部やられてるんですか？あ、お花はね、母親が取ってきてくれたやつ朝にピッて置いてくれるんですよ。イートインのスペースに置いたりとか、そんなんとか、ほな借りちゃってるやつをちょっと取ってとか。じゃあこれで以上になります。今から家に帰って家のことやってから夜中のだいたい12時とか1時ぐらいにこっちに来てまた仕込みが始まります。これこんな感じな鍋です。でここら辺ぐらいまで上がってて、でさパンパンですね。発酵させたらこうなるんですか？そうそう。初めはこれぐらいだよ。晩にすんねん。酵母は時間が長いから。
どれにしようとか思えば思うほどなんかこうお芋の甘露煮です。
もともとパン屋さんやる前にどこかに勤められてらっしゃるんですか？その一般企業に勤めてて、短大卒業してから22年間正社員で働いてたんですよね。ご飯作ったり食べたり飲んだりが私めっちゃ好きなので、子供ちっちゃい時とかってお友達遊びに来たりとかママ友とか来るじゃないですか。みんなにおもてなししたりとかするのは好きやったんですよね。主人はずっとなんかパン屋さんとかやってほしいなみたいな感じのことは、まあ冗談っぽくやけどチラチラ言ってて、それがなんかほんまになったみたいな。おはようございます。旦那です。ご主人様。でこれもこの階段ダンスと一緒で、はい、島根のおじいちゃんのところから持ってきて、ほんでもう全然覚えてなかったよ、もうだいぶ何十年も、加古川の時計屋さんに出したら直してくれて、おじいちゃんの時計屋さんやってくれて復活しました。私の友達が、藍染めとかしてる子やねんけど、布を切ってあそこの刺繍はうちのお母さんが母親がやってくれて、急遽ミルククリーム。ベーグルなんですけど、温めた方が美味しいので温め方つけときますね。ありがとうございます。初めて来ました。なんでしょう、ベーグルが美味しいって口コミに書いてあったので、こんな感じで。なんか大葉のベーコンのエピ、大葉が入ってるのが珍しいなと思って、近いので、たいなってずっと思ってて、タイミング合わず今日は来れたので、11時ぴったりに来ました。あ、そうなんですね。すごい可愛らしくて、近くにこんな店があって、いや嬉しいなと思いました。なかなか平日は来れないけど、また日が合えば来たいなと。ありがとうございます。はい。こんにちは。2つ。こっちと違うの？湯種はなんかちょっともっちりずっしりした感じ。これ柔らかくて美味しいのね。一番柔らかいかもしれない。これよく買う。ホテルブレッド。この塩パンすごくおすすめ。サンドイッチだったらこれ好き。あ、卵サンド。まあそんなもん。ありがとうございました。
目がよくなる。はい。今日のメニューこちらなんですけれども、前菜のごま豆腐です。上にお出汁のジュレ乗ってますので、それで一緒に食べてください。いい？取る。いや、もう食べへん。食べに来た価値あるな。ごま豆腐好きや絶対。絶対美味しいやつやん。何ですか？お芋とビーツのスープです。すごい。結構ね、お客さんこれ喜んでいただける。あ、本当ですか？お待たせしてます。ありがとうございます。お芋とビーツのスープになります。ちょっといいんですか？もうありがとうございます。口に合えばです。これビーツの色やんね、多分。優しい。美味しい。美味しい。すごいね、YouTuber やで。そしたら。美味しい。優しい。どんなお味がしますか？優しい。ちょうどええぐらいやんな。なんかサラサラとトロトロの間、トロトロ。食べた。これ空っぽ。空っぽかな。意味ない意味ない。ちょっと近く。甘い系買ってこうへんのって言われて。それで、じゃあシフォンで。そうか。ありがとう。ありがとう。ありがとう。頑張るかな、ゴリラ。よく来ます。会社でパンの人多いんで、もういつもああいうシフォンケーキとか、ベーグルとか、卵サンドとか、これ人気なんで、箱で持って帰って、毎回来たらこれは買ってます。ここのパン好き？バイバイ。バイバイ。いつになったら。じゃあ見る。あ、じゃあ。見たい。見て、めっちゃ美味しそうなの来るねんけど。お豆腐入りハンバーグの玉ねぎのハンバーグにしました今日は。で、あときな粉のソースになります。めっちゃ美味しそう。すいません、これ引きますね。やばい。美味しそう、すごい。いや、ちょっともうお母さんのさ後ろになんて。うん、うまっ。絶対美味しいやんな。うん、美味しい。食べよう。もういい、お母さん食べた。ちょっと気をつけてよ。あ、ほんまに。おお、入るんや。そんな大きい口開くんや。母さん。予約制にしてるんですけど、ランチは、材料もちょっと置いとけないので、その時に必ず言うようにはしてます。お待ちいただくかもしれませんってことは、販売の方もしながらってなってくると、そうそう、ちょっとお待たせすることがあるので。
こちらがラッキージ工房のプルアパートブレッドって言ってなんかちぎって食べるパンっていう意味です。食べる四つ葉バターときび砂糖がかかってます。でサラダが海藻としらすのサラダなんですけど、オメガレッシングなんです。子供さんもいけるかも。どうする？食べない。いいの？お母さんのわけわけでいいの？ゆなちゃん。俺に聞く？大根おろし？玉ねぎ？せーのすごいさっぱりして。酸っぱい感じじゃないな。梅って感じじゃあんまない。ランチ来るの初めてなんですか？そうなんですよ。来るたびにその黒板みたいなの見て、ランチ来た予約やんみたいなのをツッコミを何回も入れて、そうやん予約せなあかんって。念願の。念願のなんですね。中からハムとかさ出てきた。ソースが何？オーロラソースかなこれ。美味しそう。もう手めちゃくちゃやけど。うん。冗談ゆっくり食べられへん。お店ながらそんなことすんの？うん、めっちゃ美味しい。お子さんも遅くまで喜んでいただけると嬉しいです。嬉しいです。めっちゃ嬉しいです。本当に。ああやってなんか美味しいって一言言ってくれるだけでもほんまにすごい嬉しい気持ちになります。前の上司というか先輩なんです。前の会社の、仕事してた時の、先輩って言ったらいい？先輩かな？先輩です。いやでもこうやって辞めても来てくれるのですごい嬉しいです。そうですね。いや美味しいんだわ。ありがとう。大葉とベーコンとバゲット。ちっちゃい方200円。大きい方。大きい方。ありがとうございます。気をつけてね。いやパンは美味しいんだ本当に。味があるな。小麦の味とかその酵母のなんかその発酵した酸味みたいな、そういうのはパンだっていう感じする。普通の食パンじゃなくてちょっと酒のつまみあたりにやってちょっとバゲットになんかちょっと乗っけて食べるとかっていう非常に人懐っこいし誰とも人の中にスッと入れるような人間で分け隔てしないっていう長く楽しく続けてっていうところですね。こっち行ってお父さん。お父さんそっち行ったら落ちるんや。じゃあちょっとお用意しましょうか。お願いします。豆乳ときび砂糖のシフォンで抹茶やね食べれる？あれって抹茶いけるんじゃん。全然知らん。もう一回。私の一番下の妹の子供が琴乃ちゃんっていうねんけど、書き初めでいつも書いてくれる。一番左はねパンなんですよ。パン、本当だ。パン。そう。こんにちは。嫁さんのケーキを作ってほしいんですけど、はい。ナッツがめっちゃ入ってるからとりあえず喜んで。どなたに？妻に。奥様に。娘がもういつも作ってもらって美味しくて。ケーキもやられてるんそうですか？なんです。シフォンにデコレーションをする形になるんですけど、とか上にちょっと果物置いたりして、塩パンを2つ、あんこ塩パンを2つ。これ食べたい大きく。はい、ありがとう。はい、ありがとう。ありがとう。もうじゃあいつも大体決まってるんですか？そう、ベーグルと塩パンは置いとっていただけたらなっていう感じで。
これです。結構ね、季節のものをいろいろ入れてくれて、そのやつがいつも美味しいですね。ありがとうございました。ありがとうございます。でもほんまにすごいな、こんな人で作っとってうまいんかな。ここのパンいただいて食べた時に、何これ美味しいやって、どれやったんかな。それやねんけど、ラッケージ酵母で作ってる、自家製の酵母で作ってるやつなんで、軽くないというか、僕は重いです。でもほんまに詰まっとんの、重いですもんね、絶対これね、重み。なんやこれって美味しいやん、もちもちしとるやんっていう大げさじゃなくて、今まで食べた食パンで一番美味しいなって。ありがとう。これも潰さないように。これからずっとエンドレスなんで。パン屋ってすごい。パン屋って大変。パン屋って大変。気になったパンとかは。このパン、シフォンケーキ。シフォンケーキ。チョコのパン。お店の雰囲気はすごくね、和風であったかみがあっていっぱい買わせていただきました。はい、本当ですか。帰っていただきたいと思います。はい、また来ます。はい、すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。一緒に買わせてもらってもいいですか。あんこ塩パンとお芋明太かけたい。めっちゃ美味しかったです。よかったです。ありがとうございます。また来ます。でもなんなら2週間ぐらい来たいな。本当ありがとうございました。ありがとうございました。かわいい。めちゃくちゃ美味しかったです。美味しかったな、いなちゃんな。全部優しかったな、味が。何美味しかった？全部。ご近所にママ友さんが住んでらして教えてもらって、そこから自分家も近いから、じゃあ私も来ようって来るようになりました。これからもちょくちょく来たいと思ってるので、お一人で大変だと思いますが頑張ってください。妹はこちらの方なんでしたっけ？なんです。実家が隣なので、実家の離れをちょっと使わせてもらってて。なんか倉庫として使っとった建物やったと思うんですよ、多分。全部僕の無理を大工さんが聞いてくれて作ってくれたみたいな。だからこれも京都まで買いに行ったんですよ。京都まで。京都のなんか古材屋さんみたいなの。だから階段ダンスとかも島根県の嫁さんの母方のおばあちゃんの家に取りに行ったんですよ。その大工さん連れて。だからその辺にある本棚とか古いやつあったじゃないですか。その全部島根から持ってきたんですよ。なんかの形でパン屋しなくなったとしてもここで住めるやんぐらいの勢いでこんなにしたいなみたいな感じです。このごま豆腐って手作りですか？手作りです。これはだいたいお決まりで出すんですよ。いろんな歌歌った。ほんで、なんか。一番モニが手出そうと思って。ちょっと楽しみにしとった。
しいな。すごいな。玉ねぎのね。スライサーとかこの玉ねぎでもこう。あ、そうか。野外やったよな。出てるメンバーまあまあ出る前の日が小麦のみたいなちょっとパパとかな。なんだ。ありがとうございます。ずっと始めて欲しかったみたいな感じだったんですか？料理昔から得意やったし、なんかそんな行かせたらええのになとは思った。森工房っていう名前なんですけど、私が発信じゃなくて、もともと十何年前に主人がガス屋さん始めた時に森工房って名前つけてるんですよ。その時からパン屋ですって紹介しようと思います。会社やったけど、もうあえて僕はもうパン屋です。から言うたらやってくれるんでしょうか。決めきれずにいた私の背中を押してくれたのが、その娘がちょっと調子が悪くなっちゃって、学校からよくお迎えの電話がかかってくるようになったんですよ。だからそれがちょっと頻繁になってきたので、もうそれが私の背中をこうポンと押してくれた感じにはなります。こうね、ちょっと貸してくれてる両親に感謝ですし、応援してくれてる家族、旦那と娘2人にはもう感謝しかないです。狭いんですけど、すごい雨ですね。
あれがね、昨日から昨日朝から24時間つけといたの。中だね、バゲットの今外側の生地をこれちょっと作ってて、後で合わせてバゲットを焼くんですよ。ちょっとみずみずしい感じしますよね。ちょっとクラムがこうテカってるというか、ちょっと北海道産小麦使ってるんでもちもちっとしてるなんかね、形はね、ビジュアルはね、時々わーっていうのもあれば、こんななんかでもなんか美味しいんでこれ何ですか？これディル、魚料理とかアクアパッツァとかに使われる香草なんですけど、サンドイッチの上にちょっとこう置いてラッピングするとこう綺麗に見えると、あと香りがすごいいいので。これがいつも作ってる食パンの端っこすごいお客さんが端っこが美味しいって言ってくださるので、これをサンドイッチにしてちょっとお安く売ったりしてるんです。
朝まず作ったら揚げて、今日はこんなサンドイッチ作ってますっていうのと、これも焼き上がったらすぐアップしてます。で皆さんこれ見てきてくださるのでこんなすごいことしてるんです信じられないですよねでこれでちょうどいいでも言うほど今日はちょっと膨れてないですね。普段もっと膨れるんですけど。私いつも朝オートミールを食べるんです。あ、そうなんですか。はい、少し食べてみますか。このパン屋してるんですけど、めっちゃ小麦アレルギーで、自分のパンは分かってるんで食べるときは食べるんですけど、もうよそのパンは食べれなくて。どうぞ。美味しいです。意外と最初あんまり好きじゃなかったんですけど。これが全粒粉の食パンで、明日のサンドイッチ用のパンになるんです。いつも前日に作っておいてカットして買えるんですね。ちょっとこのパン1日寝かした方が美味しいんですね。しっとりとして。ほんまもんの台湾マンゴーなんです。日本では売ってないと思う。
秋田県の白神山地で発見され野生の酵母なんですけど、マイナス50度の極寒の中でもずっと生き抜いてた酵母で、生命力があって発酵力が強いっていうことが分かって発見された酵母で、もちろん焼いたら死滅してしまうんですけど、生地の中にこの酵母を入れることによって骨組みがしっかりするんですね。解凍してもすごくいい風味で味わってもらえるので、それからずっとこれを使ってるんですけど、野生で育った天然酵母なんで、この中に自然のトレハロースが入ってるんですけど、それがその人工のトレハロースとは違ってすごくいい風味を醸し出すんですね。たくさん砂糖を使わなくても、そのトレハロースですごくパンの甘みとかうまみが出るので、さっきのシフォンケーキとか焼き菓子にも全部酵母が入ってるんですよね。こんな2階のパン屋しかないところまでわざわざこちらまで来てくれるっていうことは、やっぱり私のその無添加でこういう酵母を使ったパンを求めてきてくださってるっていうのがあるので、それが私のなんかこう思いだったのでめっちゃ嬉しいです冷凍で皆さん買いに来てくださるんですね。普段はご家庭で、明日食べたいパンを出してもらって自然解凍して、で朝トースターで焼いていただくっていう感じで、今のお母さんたちみんないろんな方忙しいんで、そのライフスタイルに合ったパンを提供できたらなと思って。もうでもこの冷凍をやっても私20年ぐらい経つんで、私はとにかく冷凍にめっちゃこだわってるんで冷凍ばっかり作ってます。昨日仕込んでおいたトマトソースなんですけど、バジルペーストを少し。一本朝から作ってるインスタグラムを見てくださってたあんこ屋さんからいただいたんですけど、すごいこれ低糖質の小豆で、めっちゃさっぱりしててすごい美味しいんです。そうですね。ですよね。なんかこう包んで
冷やしとくんですね。今すごい季節柄バターがすごい溶けちゃうんで、お客さんから言われたらここに挟むようにしてるんです。こんだけかな。ここを店始めてからずっとこれ書き続けてるんですけどこれを見てはたまにこういうパンも焼こうかなとか思ったり、いつ来てもなんか違うものがあるって思ってもらったら楽しいかなと思って。こんなとこに出てきた。聞いたことあります？カルツォーネって、なんかイタリア語でストッキングとかズボンっていう意味なんですけど単純です。きっかけはオーブンについてたレシピのパンとかシュークリームを焼いたらめちゃくちゃ成功したんですね。で、いやこれ私すごいやんと思って、それでお母さんたちがなんかいやすごいね教えてって言うようになって、きっかけは本当それなんですね。でなんかもう真似事でいいから材料費だけ取って、じゃあちょっとやってみようかなと思ったのがきっかけで。で私料理がすごい好きなんで、その時にじゃあ来てくれるんだったらちょっとしたランチでも作ってこう楽しくやってみようかなと思ってランチも作り出して、でパンのこの白神小玉工房にも出会って、すごいなんか体にいいパンやなと思って、で冷凍パンも始めて、その時パートしながら有給を取ってやってたんですけど、いやなんかもうこれ毎日したいなと思い出して、有給を使ってお家でパン教室を始めたんですね。それで15年ずっとやってたら、今その15年間のお客様が今ここに来てくださってるんですね。とあとアメバのブログをずっと20年ぐらいやってるんですけど、それもずっと私夢があるって言ってこのことを語ってたんで、お会いしてないブログの読者様がサブスクを取ってくださったり、なんかその夢を叶えられてすごいですねって言ってくださって、もう遠方から来てくださったり、だから私にとっては SNS の力ってすごいなと思ってて好きなことが仕事にできるってこんな幸せなことはないなと思って、なんかもうすごい人と人とのご縁とこのパンとお菓子を通じて、でお料理もすごい好きだし、今はもう生きがいになってますミルク
ジオのパンです。こんな感じ。これがね、端っこパンですごいお客様から人気で、端っこばっかり詰め合わせて100円とかで売ってるんですよ。いろんな端っこが入ってるんですけど。めっちゃ美味しそうに焼けました。いい匂い。美味しそうです。玉ねぎがいっぱい入ってますね。もっちりチーズなんで、もっちりという名前がついてるんですけど。お、硬い。料金別にやってるんですけど、これ2000、3000、4000、なんかこれで皆さん取ってくださってて、週末に送るんだったらその1週間焼いたパンをどれかわーっていろいろ入れて、あと焼き菓子も入れて送らせてもらってるんですけど、で時々インスタ見てくださってるお客さんだったら今日焼いてたあれ入れといてくださいとか言われるんで、それ一緒に入れさせてもらったりして、やっぱお客様に提供するものはちゃんと作りたいなと思ってるし、今日もトマトソースのあれトマトを買ってきてちゃんと水分飛ばして全部味付けしてベーコン入れて玉ねぎ炒めてって全部料理をして作ってるんで、なんかそういうのがお客様にこう見えたらいいなと思って、いつも料理してる動画もアップしてるんですね。あ、こんにちは。今日取材来てるんです。今もらってきたけど使うんじゃないかなと思って、めっちゃ美味しいのこの。いや、使いますよ。お金は持ってないけど、ミックスサンド買おうか。お金持ってる。うん。ありがとうございます。いただきます。きゅうりお高いのに嬉しい。ありがとう。やったー、嬉しい。ありがとうございます。
オーナーの人がすごいね、なんか1個買っても嬉しい嬉しいっていうのが嬉しくてすごい、可愛い人です。最初に比べたら人が来るようになったって言ってはったから、頑張ってほしいなと思います。最後の生地が出来上がりました。これ書かれてるんですか？あ、そうなんです。自分で毎年元旦に書くんです。製版語録も自分で書いてるんですけど。あ、そうなんですか。もう毎日絶対これ見て意識してやってやらないとなと思いながら、半年経ってどこまで達成できてるかなって時々考えて、売上アップとかは頑張らないとな。筋トレ。筋トレそんなしてないです。筋トレというか運動するのが好きなんですけど、ヨガがめっちゃ好きなんでヨガばっかりしてます。ハワイのダイヤモンドヘッドの前でヘッドスタンドって言ってこました。ヨガの逆立ちなんですけど、それをするのが夢なんです。変でしょ。あれですよね、写真。あ、そうです。逆立ち倒立してるやつ。そうです、私ですよ。そうなんですか。そうなんです。4年越しでパーソナルトレーニング受けて体幹鍛えてやっとできるようになった。以上でこちらの作業は終わりです。早いですけど。すぐに冷凍にかける。今日作ったやつをまた半分今冷凍して、それはちょっとサブスクとかの方の分置いといて、こっちにちょっと店頭と明日の分。冷凍のままで販売されてるんですか？冷凍欲しいっていう方もいるんですよ。ここにあるやつでももう持って帰って冷凍するから冷凍欲しいって言われるんで、そういう方にはもう冷凍をお渡しする。味って変わらないものなんですか？味ね、変わらないです。ちょっとチンしてきちんとトースターで中まで温めてもらったら、ほかほかサクサクで味は変わらないです。オニオンブレッドも美味しそうだな。そう、さっきこれもちょっとさっき焼けてね、あったかそう。あったかいです。これにしよう。嬉しい。冷やし中華始めるんですか？そうなんです。来てください。知らなかっ
これぐらいの時間とかに、も取りに来ていただいたら、用意してパックで用意して。本当ですか？やったー、テイクアウトがもう2つ注文入った。ありがとうございます。パン屋さんの冷やし中華なんです。私もなんか料理がすごい好きで、もう店持ったらいろんなことしたかったんですね。今年の冬ぐらいから明けからおばんざいランチをするようになって、豆皿を使うのがすごい好きで、その豆皿にちょこちょこおばんざいのお料理をこう盛り付けて、お重みたいなのに入れてっていう、なんかこうちょっと京都府式のなんちゃってなんですけど、やりたくてやり始めたら、そしたら次もう大好きな冷やし中華やりたいなってそれ20品目の野菜と鶏とかいろいろ乗せてやったんですけども、思いのほか大変やって、やっぱり人様に出すってなって、そんだけの20品目の材料を揃えて冷えた状態で出すっていうのがすごい難しくって、やっぱすごい勉強しました。でまたやってくださいって言ってもらえたから、もう一回改良してやろうかなと思ってるんですけど、8月に予約制みたいな感じなんですか？もう完全に予約制にしてるんですね。やっぱり一個一個丁寧に作りたいっていうのがすごいあるので、あとはテイクアウトでやってるんですね。はい。あんバター？あんバター。これを。台湾パスタは今日なしですか？冷凍あります。プレーンでいいですか？プレーンでいいです。プレーンでいいですか？プレーンでいいです。はい、プレーンでありがとうございます。810円になります。ありがとうございます。何か見てくださったんですか？インスタでありがとうございます。ちょっとトースターでカリッと焼いてもらったら美味しくなります。はい。嬉しいです。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。インスタ見てとても美味しそうだったんで、サンドイッチとか。はい。サンドイッチとオニオンブレッドと、はい。シフォンと美味しそうだったんで。はい。ありがとうございます。こんにちは。すごくよく来てくださるお客さんなんです。はい。あれすっごい美味しかった。何？あんバター。あんバター。めちゃくちゃ美味しかった。今もね2つ売れたんですよ。なくなったんです。めっちゃ美味しかった。全部美味しいんですよ。ほんまに。ほんまにお人柄がパンに現れてるって言ってこのことよ。ありがたい本当に。ありがとうございます。ほんまに助かりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。いつも気をつけて。ありがとうございます。ありがとう。まあ一回食べてすごいなんか素朴というか素材にこだわったんだなって思った。これカルツォーネとミックスサンドイッチもねお野菜めっちゃいっぱい入っててすごい美味しい。近くに住んでて私フラダンスを習っててでハワイアンジュエリーも置いてるよっていうのでワークショップをしていただいてそうランハラっていう葉っぱハワイの葉っぱで作りました。ほんまにお人柄がよくっていつも来たら「わいらっしゃい」みたいな感じでそんなパン屋さんってないでしょなんかそのお人柄に惹かれて通わせてもらってます。ちょっと今一人ですごい頑張ってはって私は流行ってほしいしもっといい場所に出したらとかってすごいアドバイスしたことあるんですけどここで頑張るって言ってはったからもうほんまに頑張ってほしい。フラダンスやってるお友達がこのハワイアンアクセサリーを自分でハンドメイドで作ってるんですけどこれね一つ一つパーツを自分で取り寄せて、全部自分で作ってやるんですね。でブレスレットなんかはハワイの葉っぱで編んで作ってるんですけどでこのブレスレット編むワークショップと私のランチでやったりテーブル作動をしたりカジュアルなスタイルでっていうことでやってるお友達がいてて
その友達とテーブル茶道をここでやって後で私のランチを食べるっていうそういうコラボのイベントとかもういろいろやってるんですけど、なんかそれでなんかこうお客さんがこうみんなが集まってきてワイワイできたらいいかなと思ってみんなで助け合ってやってるみたいな感じですね。明日はサタデーブレッドです。はい、どういった感じなんでしょうか。ですね、毎日私違うパンを焼いてるんですよ。それでその火曜日から火水木金今日まで焼いたパンっていうのが全部ここにストックされてるんですけど、ハード系のパンからパンパーニとかスコーンとかシフォンケーキとか台湾カステラとかもっといつもいっぱい入ってるんですけど、サタデーブレッドではこれを全部こちらの方に明日出してスペシャル販売をしてるんですね。朝からちょっと解凍するんでね、オープンまでの間にとにかくここにどっさりと、そしてサンドイッチと調理パン系のバーガーとかをメインに朝から作って一気に販売をするんですけど、それがサタデーブレッドっていう私にとって1週間に1度のスペシャルな販売日なんですね。土曜日はスペシャル販売ということで火曜日から焼いてます。
トピクルスって言って私めっちゃ好きなんですけど、甘いタルタルソース作る時にこれ買ってある。今日は最後なんで朝ごはんを4人分作ります。ちょっとだけまともな朝ごはんです。いただきます。パンの耳で最近端っこパンのサンドイッチ。
これが自分のやりたかったことなのかなって最近思ってて、パンをしてお菓子をしてっていうお店はすごい自分のお城を持つのは夢やったんですけど、やっぱその中でもういろんなものがどんどん浮かんできて、真剣にやりたいって言ってたらすごい周りの人が助けてくださるんですね。すごい周りの人にもめっちゃ恵まれてると思います。皆さんに助けていただいて、一人でやってるけど一人でやってるんじゃないんだなっていつも思ってます。いろんな人に支えられてできてるんだなってすっごいもういつも思ってます。でも感謝の気持ちは忘れてはいけないって思ってます。いやもう私にとったらこれが今年の一大イベントなのでありがとうございます。大体1年に1回何か大きなことをなんかできたらな、思い出に残ることをしたいなと思ってて、いつも目標がないと進めないタイプなので、そういうのがあったらなと思ってめっちゃ楽しみです。一生の思い出になります。あんバターでバター入れますので言ってください。この間美味しかったみたいで。あ、入れますね。はい。してきます。おはようございます。あ、おはようございます。来てくださったんですか。嬉しいよ。来ちゃって、で、よかったです。あれ、コート。そうやったんです。残念。そうですよ。じゃあ他に別に。私もこれ気になって何かなと思って。めっちゃ可愛くないですか。なるほど。大人っぽいね。大人っぽいよね。あ、いいな。可愛い。たまらんよね。すごい。見てくださいね。すごいでしょ。こんなたくさん買っていただいて。どれも美味しいんですけど、私はでも絶対買って帰るのもすごく焼いた時に外がカリで中がふわになるっていう、これもカンパーニュ、これも絶対、チーズとかと一緒に食べます。シフォンケーキ。シフォンケーキ系はお友達にあげます。すごい貫いてほしいですね。このスタイルを。いや嬉しい、めっちゃ嬉しい。いつもありがとう。今日ありがとうございます。暑い中楽しんでください。ありがとうございます。頑張ってください。はい、失礼します。晴れたよ、晴れた。よかった。ありがとうございます。嬉しい。暑いのにありがとう。ありがとうございます。基本的に土曜日が来れる時は土曜日のもう本当に午前中に来て、昼のご飯は必ずマカナさんのパンにしてるんです。
こに買いに来てくれた方みんなに喜んでもらいたいっていうそのサービス精神が全てになんか詰まってる感じがして、でもうその思いとかもう心配りがパンの美味しさにも全てつながってるなっていうふうに感じるので、もうやっぱオーナーさんの人柄かなっていうのはすごく思います。もうこれからも笑顔で焼き続けてください。暑くてもうすごい少ないんですけど、春とか今日このカウンターもいっぱいにして、ここももっとてんこ盛りめちゃくちゃたくさん出してます。かなり少ない方ですね。よいしょ。なんか卵使ってないパンとかありますね。卵使ってないパン。この子卵アレルギーで。卵使ってんのないかも。あ、すごい、そうなんですね。卵使ってんのが売れました。あ、ゆうまくん。ゆうまです。ゆうまくんってやな。可愛すぎる。ありがとうございます。ありがとうゆうまくん。またね。またね。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。失礼します。あ、そうです。ちょこちょこ来させてもらってます。この子が卵ダメなので、もっちりチーズとエビホタテドッグとおやつにミルキークランベリーを買いました。こちらやっぱ卵も使われてないのもあ、書かれてるそうなんんですね。です。なんか今日伺ったらほとんど使ってないとおっしゃってたんで、添加物とか一切使われてないので安心して、家も近所なのでまた遊びに来させていただきます。バイバイ。いらっしゃいませ。こんにちは。ジャッキです。たまたま今日大阪に来ることになったんで、友達も一緒に。福井県鯖江市から来られたんですけど、私がずっとブログをしてるんですけど、ずっとブログを読んでくださってて、なんかね、ことあるごとにね応援してきてくださってるんですけど、さっき言ってたサブスクをもうねずっと毎月撮ってくださってるんですよ。大好きなんで。そうなんです。僕これが大好きなんで、本当に嬉しいです。本当にこのクリームパンも本当に美味しい。誰も美味しいね。もう本当に全世界にね伝わるといいな。本当にもう全世界にお願いします。ね、本当に思う。すごい。本当にまたぜひ送っていただければ。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけてお帰りください。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。僕は福井に住んどるもので、来ることはあんまりないんですけども、サブスクっていうのをやってまして、で毎月送っていただいてる。大阪行くなら、マカナさんに絶対行きたいなと思っていて、で今回ちょっと黙ってサプライズで来ようかなと思って来ました。はい、僕昔からそのブログを見とるもんですから、やっぱり材料にしてもすごくこだわってらっしゃって、そもそも本当にやっぱ美味しいパンなんで、もうここのパンはすごく気に入ってます。いつも美味しいパンいただいてて、で何を送ってくるかなっていうそういう楽しみもあったりして、またぜひ美味しいパンをまた作っていただければなと思います。お店をしたいと思ったきっかけっていうのは、前のマンションで新しくオーブンを買ってもらい、その時にビギナーズラックで焼いてみたパンが大成功して、そこから焼き菓子も焼くようになってっていう、もう本当に単純にそれだけがきっかけなんですけど、そこからどんどん広がっていって、でもうどんどんやっていくうちにこうやって店を持ちたいっていう気持ちになったっていうのが、今年で4年と3ヶ月なんですけど、やってるうちになんかそのパンだけじゃなくて、人と人、いろんなお客様にいろんなことを教えてもらったり、パンを焼くっていうことじゃなく、それ以外のことでいろんな関わりとか学びがあるので、だから今もっともっとこの先が楽しみです。あとやっぱり地元のお客様がすごく皆さんいい方たちばっかりなので、それを大事にしていきたいです
ますし、もちろん遠いとこから来てくださる人もいるので、もうとにかく私はお客様と1対1でお話ししてでパンをこう手渡ししたいので、すごい一人一人のお客様を大事にしたいと思います。自分のペース、マイペース、キャパが決まってるので、ゆっくりといろんなお客様がゆるゆるでたくさん来てくださったらいいなっていうのが贅沢な思いです。はい、お願いします。ありがとうございます。わあ、すごいたくさんありがとうございます。シフォンケーキとバゲットとありがとうございました。ありがとうございました。また来てください。